何これめっちゃ楽しいな。どうも、ひでちゅーぶです。皆様のおかげでチャンネル登録者が1000人を超えました。本当にありがとうございます。これからも王道ではないプラモ、微妙に古いプラモなどなどを紹介しつつ、たまにはね、新製品レビューや制作動画など作っていきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。といったところで、今回作るのはこちら。フレームトイズさんのオプティマスプライム IDW バージョンです。フレームトイズさん、あまり聞き慣れない名前かと思いますけれども、ホームページの情報によると、香港に拠点を構えるメーカーさんで、設立は2008年と比較的若いメーカーさんのようですね。トランスフォーマー関係の商品を多く取り扱っているようでして、完成品トイの黒からくりシリーズ、それからインジェクションキットの風来モデルシリーズなどがあります。他にもいくつかラインがあるようです。ちなみにトランスフォーマー関係の版権っていうのはすごいめんどくさいことになってまして、フレームトイズさんで取り扱っているトランスフォーマー関係の商品は全て日本未発売となっています。何年か前に仕事で台湾に出張する機会がありまして、その中で2日ほどお休みをいただいたんですけれども、一緒に行ったメンバーと休日何しますかっていう話になった時に、メンバーはですね、台湾野球を見に行くんだ、チアガールが可愛らしいぞっていう話をしてたんですけど、私はどうしてもアジア限定ミニ四駆を探しに行きたかったんで、模型屋に行きますって言ってその誘いを断りました。こいつどんだけミニ四駆好きなんだよって多分あの時は思われたでしょうね。そんなやり取りもありつつですね、出張前から目星をつけていたこちらの柳生模型玩具店さんの方にお邪魔させていただきました。 Google マップで店内の写真も見れるんで、そちらを見ていただけるとわかるんですけれども、商品ラインナップ的にはね、日本の模型店とほとんど遜色ない感じで、ガンプラからミリタリーもの、ミニ四駆まできっちり揃っている感じでした。お目当てのアジア限定ミニ四駆を見つけることはできたんですけれども、値段がかなり高くて、よくよく考えたらこいつアジア限定じゃなくてシンガポール限定なんで、台湾で買ったら普通に高いんですよね。ちょっと高すぎたんで買うのは断念しまして、でも何か買わずに出るのもあれかなと思って店内をうろついてたんですけれども、そこで見つけたのがこちらのオプティマスプライムです。正直に言いますと、初見ではこいつ中華のパチモンキットかと思ってかなり警戒をしたんですけれども、箱を見眺めているうちにハズブロのライセンスの証があったんで即買いしました。買ってから日本未発売っていうこともあってもったいなくてなかなか作れなかったんですけれども、今回チャンネル登録者が1000人を突破したということで、自分へのご褒美に組み立ててみたいと思います。まずは説明書を見てみましょう。フルカラー印刷の豪華な説明書となっています。使われている言語は全部英語となっていますけれども、そんな難しい単語は使われていないんで、組み立てで困ることはないと思います。ちなみに IDW バージョンの IDW っていうのは出版社のことらしいんですけれども、アメコミ界隈に詳しくないのでよくわかりません。部品はクリアパーツとポリキャップを除いて全部 ABS 製です。ランナーを数えてみようと思います。ランナー数は結構多くて、いろんな色のランナーが入っていますんで、これは期待感が高まりますね。組み心地は至って普通ですね。部品の精度も結構出てる感じがしますし、組み立ててて何か特別困るといったようなことも今のところありません。ポリキャップをはめる感覚に関しては少し硬いような気もしますけれども、全然組めないとかそういうレベルではないです。いやー、やってしまいました。部品をはめたらポリキャップが割れました。
私これ人生初体験です。無理にはめたっていうわけではないんですけれども、この先ちょっと不安になりますね。はい、胴体が完成しました。かなり密度のあるデザインになっていて、これだけですでにかっこいいですね。可動に関してもかなり優秀で、お腹は二重関節になっていて前後左右へスイングすることができます。肩は上下と前後にスイング機構を持っています。首は前後にスイング可能ですね。フロントアーマーはちょっとポロリしやすいので、ここは接着してもいいかもしれません。可動に関してはちょっと変わった動きをしまして、上側に跳ね上がるように可動します。これで太ももの可動範囲を稼いでるんでしょうね。リアアーマーはちょっとだけ動きます。太ももとの接続軸にもスイング機構が入ってます。背中についてる羽もスイング可能です。腕ができたので見ていきましょう。胴体との接続はポリキャップ。前後にはがっつり合わせ目が出ますけれども、完成見本見てもここは線入ってたんでほったらかしでもいい気がします。肩はスイングします。ロールもします。肘は二重関節になってて、ここまで曲がります。手首にもスイング機構がついてます。手は3種類入ってまして、まず1つ目が握り拳の左右。なかなかこだわったデザインですね。こちらは開き手が左右。最後に武器持ち手が左右入っています。武器持ち手左右ってなかなか珍しい気がしますね。頭部ができたので見ていきましょう。目はクリアパーツで色分けされています。どっからどう見てもコンボイっすね。合わせ目は後ろの一部に出ます。何このイケメン、かっこいい。足ができたので見ていきましょう。本体との接続はポリキャップになってます。可動幅は結構確保されているイメージですね。膝は二重関節ではないんですけれども、ここまで曲がります。その秘密がこちらのタイヤ、これが引っ込むことで可動範囲を確保してます。素晴らしいアイデアですね。めっちゃ面白いし。足首のアーマーは稼働します。足首本体もかなり動きます。さらに軸が引き出しになってまして、可動範囲を広げることができます。めっちゃ動くやんこいつ。つま先も稼働しますね。ところどころシリンダーっぽい造形が見えてまして、なかなか精密感があってかっこいいと思います。最後に武装を見ていきましょう。このビームキャノンでいいのかな。武装はこれだけですね。原作からそもそもこれだけなのかっていうのはちょっとよくわからないです。分割は潔いモナカ割りになってます。部品が全部揃ったんで組み立てていきましょう。はい、完成しました。フレームトイズさんのオプティマスプライム IDW バージョンです。最初にポリキャップ割れた時はちゃんと完成させられるかちょっと自信をなくしそうでしたけれども、その後は特にトラブルはなく無事完成いたしました。ところどころで合わせ目が目立つとか、全身 ABS 製なんで塗装に難儀しそうだなっていうのはあるんですけれども、あまりにかっこいいんで全てが許されますね。稼働に関してもかなり優秀でして、縦膝ついて銃を構えるようなポーズも余裕で取れちゃいます。これは塗装せずにガシガシ動かして遊ぶのが正解かもしれません。足首の軸を引き出して可動範囲を広げれるっていうのもありまして、かなり足を開いた状態でも足の裏をちゃんと地面に設置させることができます。このポーズかっこいいな。
はい、そういうことでフレームトイズさんのオプティマスプライムいかがだったでしょうか。日本で未発売っていうこともありまして入手難易度はちょっと高いんですけれども、並行輸入されている業者さんなんかもあるようですので、もし興味のある方は探してみてください。ちなみに私この風来モデル実はもう一個買ってきましたので、いつか動画のネタにしようと思います。スーツケースに詰め込むのすっげえ大変でしたよ。最後までご視聴ありがとうございました。フレームトイズさんに興味を持ったよって方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。